こんにちは。日本語クラスです。お元気ですか？今日は日本の歌を紹介します。はい、私のポッドキャスト、いろんな話をしてます。はい、毎回もう全然違う話してるんですが、今回は私は歌の話をしたいと実はもう前から思っていました。特にこの曲を皆さんに紹介したかった。はい。ですので今日、やろうと思います。やらせてください。お願いします。もういろんなね写真というかこの YouTube の、サムネイルっていうんですけど、このね見てくださる時にタイトルとか皆さん見てくださってると思います。そこに美味しそうな食べ物がねありますよね、写真がね。はい、それたい焼きですね。はい、食べたことがありますか？日本にいる人または旅行に来た人とかにもすごく人気だし、最近は外国でも作ってすごい人気だっていう風に聞いてます。はい、ニューヨークかな、アメリカのニューヨークだともうたい焼きですかね、たい焼きですかね、もうそのままの名前で、もう呼ばれていると。寿司と同じですね。そう、寿司、すき焼き、牛丼とか同じで、はい、そのぐらいもう人気、そして有名と聞いてます。はい、この歌があります。寿司の歌もあんのかな、ひょっとして。もしかしたら、牛丼の歌って知らないけど、たい焼きの歌はですね、実は日本は昔からあるんですね。そしてこれがですね、いいです、すごい。意味が深いので、今日はまず皆さんにそれを先に聞いてほしい。はい。はい。ですので、ちょっと先にこの歌、どのくらいこう有名かというのをちょっと言うと、まず、日本で今までで一番売れた曲です。はい。曲っていうと一曲って思ってください。シングル。はい。特にあの売れた、みんなが買った曲です。はい。ダウンロードとかは多分ちょっと考えないんですけど、昔から考えてるので、レコードありますよね。 CD の前のレコードの時からその後 CD でその後ダウンロードとかになってると思うんですけど、そのレコードから始まったその時から今までの全部の合計でこのたい焼きの曲が一番売れた。はい、みんなが買ったらしいです。びっくりしました、私もこれ調べて。本当と思って。でどのくらいすごいかというと、知ってる人いるかな、スマップって知ってますか？スマップ、日本のアイドルグループ、男の人6人5人ぐらいの男の人たちでのグループで歌を歌う。で例えばみんなが知ってるのが多分「世界に一つだけの花」、知ってますか？歌の名前です。世界に一つだけの花。テリリ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 って、ちょっとYouTube であんまり歌ってはいけないんですね、本当はね。コピーライトの問題で。世界に一つだけの花っていう、これすっごい売れたんですよ。はい。日本に10年ぐらい前から住んでる人だったら知ってますね。10年、もうちょっと前かな、15、13年ぐらい前かな。この歌でも、この CD、これは CD。CD とレコード全部合わせて1位がたい焼きの歌なんですけど、この「世界に一つだけの花」スマップもこれも3番目です。3位。そうで、このスマップよりたい焼きの歌は1.5倍売れました。1.5倍ですよ。すごいでしょ。もっと売れてる。って1位と3位の違いが大きすぎますよね。びっくりしますね。実は2位もそんなにスマップと変わらないんですね。どのくらい売れたかはそんなに大きく数が変わらないんですが、1位のたい焼きの歌はドーンとすっごい売れた。
もう他と全然違うってことです。はい。だから日本人は知ってます。はい。ただ最近の小さい子供はまだ知らないかもしれないけど、この曲は子供の番組の中で作られた曲なんですね。だから子供が知ってることが多いんですね。でそれを親も聞いてて、あらこれすごいいい曲と言って親も好きで、親がレコードを買った。はい。家族で聞く。そうなんです。なのですごいでしょ。で私も小さい時、子供の時、テレビで見ました。はい。なんだこれと思って、でもメロディーもすごいいいですよ。そうなので、じゃあまずは皆さん聞きましょうか。今日私の YouTube の下の、ビデオの下のところにリンクがあります。そこに、そうですね、たい焼きの歌って書いてあるかなと思います。たい焼きの歌って書いてあるので、そこをクリックしてまず聞いてみてください。歌はだいたい4分ぐらい。一番まず絶対聞いてほしいのは一番最初の方ですね。ここら辺はまあいいですね。だけど話にストーリーになってるんですね。4分ちゃんと聞いてくれるとストーリーになっているので、あーってなんで私が今日 YouTube で皆さんにこう話したいと思ったかっていうのもみんなわかると思います。はい。えっとそれ日本語が歌詞がサブタイトル歌詞が書いてあって全部ひらがなで書いてあるからすごい分かりやすいと思いますので、まず皆さん見てみてください。 OK ですね。で見たらまた戻ってきてください、こっちの YouTube にはい。私と一緒に考えましょう、この歌について。あとみんなが思ったこと、と私が思うことと、どうやってこの歌はその時できたんだとか、そういう話ちょっと紹介しますので、ちょっと戻ってきてください。じゃあ行ってらっしゃい、そっちのリンク行ってらっしゃい。はい。ちなみにそのリンクを作った人とかも私と何にも関係ないし、この歌歌ってる人も私と何にも関係ないです。はい。ですのでただ私は紹介したいだけですので、はい。じゃあ行ってきてください。またすぐ戻ってきた時は7分45秒ぐらいのところで、この YouTube で私のポッドキャストでまた話が聞けます、続きが。はい。じゃあ行ってきてください。行ってらっしゃい。はい。ピンポンパンポーン、ひどい音ですね今ね。ピンポンパンポーンか。歌下手になりましたね私。はい。皆さん戻ってきたということにしましょう。またはいや私の話を聞いてから歌を聴くという人も何人かいるかもしれないですね。はい。どっちでもいいですけど、できれば先聞いてほしいけど、はい。じゃあどうですか。聞いていただきましたね。ありがとうございます。まずどういう歌かとか詳しいこと言わなかったので、ってびっくりした方が多かったんじゃないかなって思います。どうですか。どう思いました皆さん。ああのそうですね、この歌のストーリーをじゃあまだ見てない人のためにも簡単に言いましょう。簡単に言うと、この、歌はたい焼きがストーリーの中心ですね。でたい焼きくんって言ってますね。たい焼きくん、これたい焼きくん男の子なんですね、子供。はい。でたい焼きくんは作ってるこのたい焼きを作ってるおじさんと喧嘩しました。喧嘩するんだって。まずちょっとそこも面白いですけど、たい焼きって喋るのみたいな、話すんだって。まあでもいいですよね。すごいイマジネーションがとってもいいなと思います。そうおじさんと喧嘩をして、で「あー」って言ってもうおじさんのところを出ていきます。ここは嫌だっつって海に逃げた。海ってどこに海があったの。たい焼き屋さんの近くに海があった。でも海があったんですね。そうあって逃げて、でそこで「うわー海っていいな、気持ちいいな、泳いだことないよ私はもういつも
もうたい焼き焼かれて食べられて焼かれて食べられて、いつも同じことされてほんとつまんなかったんだけど、今は海って広いな、海に初めて入って楽しいなって思ってわーって泳いでたんですね。だけどお腹空いたなーって、たい焼きお腹空くんですね、お腹空いたなーって思って、なんか食べ物があると思ってパクッ、それを噛んだら、釣りをしていたおじさんが自分を引っ張ったんですね。釣りしてたおじさんに釣られてしまいました。ってね、痛い、もう取れないんですね。取りたいけど取れないよ。でその釣りしてたおじさんびっくりしますね。なんだこれは、魚を釣ったはずなのにこれはたい焼きだ、なんで海からたい焼きが出てきた、でもいいや、たい焼きは美味しいからって言って、おじさんはそこからこう取って、そのたい焼きくんをバコッ食べてしまったという話ですね。どういう話って思いますよね。なんだそれってね。いや本当そうですよね。うん。これ私子供の時見てたけど、このさっき皆さんに見ていただいたアニメーション見たけど、最初の方は覚えてるんですよ。最初のシーンは覚えてる。たい焼き作ってるおじさんとのとこでたい焼き作ってて、でだけど最後はどうなるかっていうのは全然覚えてなかったんですけど、メロディーがすごく耳に残るので、最近でも急に私頭に浮かんで歌ったりするんですね。でそれで、あれこれたい焼きくんって最後どうなるんだっけって思って、ちょっと調べたら、最後食べられてしまうんだっていうので分かって、ショック、どうして悲しいよ、これハッピーエンドじゃないの、バッドエンドなんだ、バッドエンド、悲しい悪い最後ってことですね。それが分かってすごいちょっとってびっくりしたんですけど、それでよくよくこの歌の話をよく見てると、この話は深いな、意味が深い、ただ単純にたい焼きは可愛いねとかたい焼きは美味しいねとかそういう話ではないっていうのが最近気がつきました。そう多分本当に子供ってみんな分かってないと思います。この話が何を意味してるのか、どういう話なのかって。ただたい焼きかわいいな、お母さんたい焼き買って食べたい、多分そう思うだけで本当の深い意味はわからないと思うんですね、ちっちゃい子供。この歌自体、これ自体が本当に小学生の前、幼稚園生とかが見るようなテレビ番組で使われた、作られた曲なんですね、これ。そうだから大人のために作った曲ではないんですよ、最初から。なんだけど子供が見て親も見てて、親がこれはすごい意味が深いわって思うわけですね。で実はこの曲はですね、作られたのはいつだと思いますか？結構前ですよね。アニメーション見ると分かりますよね。そうあれはですね、1975年、今からだいたい49年前、おお約50年前ですねの曲です。この歌はもう大ヒットってHIT のね人気になるってことですね。で歌もすごい人気だし、たい焼きもすごくブームになったそうです。うんでどう思いますか、この話、この歌の内容。だって最後食べられるんですよ、死ぬんですよね。簡単に言うとこのたい焼きくんは死んじゃう、食べられて。すっごい悲しくないですか、怖くないですか？
あなんでって思いますよね。でそれを子供に見せるすごいすごい教育番組ですよね。5歳とか4歳の子供にたい焼きくんは最後死ぬって見せるんですから、ちょっとどうかなって、教育的にいいのかわかんないですけど、うん、でただこれ作られたのが1975年で、今から、そう50年前ですね。今スライド変えました。見てください、この可愛いたい焼きを。うんその50年前のその時代、その時の日本人たちにぴったりというか、日本人のことをこの歌で歌っているということができるそうです。実際にこの50年前にその子供の親たちがこの曲を聴いて、親が聞いて、あ、このたい焼きくんは自分のことだと思ったそうです。はい。特にサラリーマン、特に働いているお父さん、はい、またはお母さんでもいいんですが、日本はね、女の人はあんまり外で働かないで、家事をする、で男の人が働きに行くっていうのが、そういうスタイルが昔は特にありました。で50年前だと本当に結構そういう家庭が多いと思います。であのこの歌の一番最初のところで歌ってるのがこれですね。ちょっと今スライドを変えました。はい。でもこの後もう全然スライド変えないので、全然ラジオのように聞けます。大丈夫です。はい。あの毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。私歌いたいんだよな。 YouTube ダメって言われるからな。ちょっとでも言って、毎日毎日僕らは鉄板のってね言ってましたよね。そこそこ一番最初ですよ。鉄板っていうのはこのあれですね、熱いところ。この鉄板焼きっていうのもね、韓国とかだと有名だって言いますけどね、こう焼くこの板みたいな、はい、これです。焼くのが鉄板。この上で僕らっていうのは僕たちのこと。僕たち、たい焼きたちは毎日毎日この上でおじさんに焼かれるんです。で、嫌になっちゃうよ。嫌になっちゃう。もう嫌だってことです。もう嫌だ。もう毎日毎日同じことを繰り返してる。毎日毎日同じことをリピートリピート、またまた同じ、また同じ、今日も同じ、昨日も同じ、多分明日も同じ。でもやだ、つまんないよと言ってる。全然楽しくないよ毎日っていう始まり方ですよね。そう、ここがすごい大事だと思います。重要なこの歌の意味。これ皆さん自身もどうですか？自分の毎日、自分の生活、毎日朝起きて着替えて朝ごはん食べて会社行ってまたは学校行って、で会社でなんか嫌なことあったり、学校で嫌な先生いたり嫌なテストがあったり、あんまり楽しくなくて、でも明日も同じで、明日も朝起きて学校行ったり会社行ったりしなきゃいけない。もうつまんないよ、毎日同じだよ。でも毎日同じ生活してたら、あれもう12月、今年もう終わりですか？この前まだ5月とか、いやまだこの前2月ぐらいだったのに、もう12月になっちゃった、また今年終わっちゃったっていう、そういうのです。これそうだから深いなって私はちょっと思ってて、これ特に日本の働いてる人、ビジネスマン、ビジネスウーマンは毎日毎日同じ電車に乗って、
毎日毎日同じ会社に行って毎日毎日同じ社員たちと一緒におはようございます、お疲れ様でしたって言ってだいたい毎日毎日同じ仕事をして家に帰る。月曜日から金曜日まで毎日毎日同じことやっててつまんないなって、そういうことです。はい。で特にこの50年前っていうのは日本は今より経済が良かったんですね。エコノミーが良かった。例えば今だとみんながよく知ってるトヨタとかホンダとかそういう自動車の会社とかもすごく良かったし、状態が良かったし、そうですね、パナソニックとかいろいろありますよね、ソニーとかいろんな電気関係の会社とかいろいろ有名な会社がその時たくさんありましたし、社員たちはあのそこの会社に入ればもう一回入れば自分が辞めるまでまたは自分がもうおじいさんおばあさんになるまでずっと働くことができる、はい、っていうシステムがありました。大きい会社は特に。はい。今もあるんだけどそのシステムあるんだけど昔の方が安定してたんですね。どうしてかというとその会社がとてもお金を持っているから社員に給料をちゃんと払うことができるんですね。だけど社員はいいですよね。確かに安心だ、もうこれで私はこの会社で毎日毎日働けば毎月毎月給料をもらえる、安心だ、でこれで子供を学校に行かせることもできるし自分の家族にも何か買ってあげる、家を建てるとかそういうことできる、よかったとも言えるんですが反対に何も変わらないんですよ。変化がない、何も挑戦できない、新しいことをやろう、よし会社を辞めて違う仕事を始めよう、自分で始めようとかなかなかできないんですね。特にこの50年前はそういう人は少なかった。はい。もう一回いい会社に入ったらもう辞めないでもうおじいさんになるまで続ける、おばあさんになるまで頑張る、もう嫌な社員が会社にいても頑張る、嫌いな上司がいても頑張る、はい。だけど心の中はもう嫌だ、やめたいと思ってるんですね。そうだからこのたい焼きくんも同じです。最初は毎日毎日同じこと繰り返しててもうやだ、つまんないね、全然生きてるだ楽しいなという気持ちが全然ないよ、感じられないよって思ってある日このたい焼き作ってるおじさんと喧嘩して出て行ってしまうんですね。海に逃げちゃうでしょ、逃げるというか海に行く。そうでその海っていうのがいいですよね。私たち人間で言ったら新しい別の世界に入るってことですよね。今までやっていたことを全部捨てて全然違う世界に入る、それは楽しいでしょ。今まで見たことないものとか会ったことがない人とかにたくさん会うわけですよ。だから皆さんだったら外国に住み始めるとかね、日本に初めて来て生活を始めるとか、それですよ。皆さんにとっての海です。別の世界に入るという挑戦をする、やってみるっていうこと。はい。でその後もまた本当面白い、なんでしょう、その海はとっても気持ちがいいって言ってましたよね、このたい焼きくんね。とっても気持ちがいいもんだって歌ってて、でその後周りにいる魚たちが自分を見ている、自分が海で泳いでるのを楽しそうだねたい焼きくんって見てる
っていう歌ってるんですね。だから僕も手を振ったよって、そのみんなに手を振って、僕楽しいよって手を振ったよというのも、本当にこれは私たち人間と同じようなことが起きてるなって思いました。なんか新しい世界に行くと周りの人たちがこう見てますよね。あの人見たことない新しい人が来たなって言ってね、ちょっと遠くから見てる。また誰ってね、新人さんってね、新しい人ってで、どうもこんにちはって、私たい焼きですってよろしくお願いしますって、そうこう見てて好きにこう泳いでるっていう、まあなんだけど、最後はね、このたい焼きくんの中ではたい焼きくんは食べられてしまうけど、皆さんはどうでしょうね。自分も新しい世界に入って最後うまくいかないっていう風になってしまったのか、いやたい焼きくんとは違ってまた違う世界をうまく生きられるとか、別の方法を見つけたとか、なんかあるんですかね。だからそこが人によってそれぞれ違うよなと思って、なんか意味が深いし、こう考えさせられる、自分の人生とこう比べてどうかな、何が違うかなって考えるのにすごく面白いなって思ったんです。はい。あのたい焼きくんの場合はこうおじさんと喧嘩をして海に入ったけど、あれらしいです。これは日本のビジネスマンが上司と喧嘩をして、上司です、会社の上の人と喧嘩して、もう辞めます、この会社辞めますと言って会社を辞めて自分のビジネスを始めた。そしたら最初は楽しかったんだけど、だんだんうまくいかなくて自分の会社はダメになったっていうような最後を、イメージできますよね。一つこのたい焼きくんの話からはイメージできるんだけど、でもそれは人によって違いますね。実際自分のストーリー、自分の人生がどうなっていくかはそれぞれみんな違うはずですよね。だからこれはね、自分と同じかな、または違うかなっていうのをちょっと考えてほしいなって思いました。もしかしたらもうずっと海に入らないっていう人もいますよね。ずっとたい焼きを焼いてもらって嫌になっちゃうよって思うけど、いやでも仕方がないな、もういいよ頑張る、ここで他のとこには行かない、怖いからという人もいると思うんですよ。実際たい焼きいっぱいあったけど一匹のたい焼きしか逃げなかったし、ね、なんか深いなってこれは思って、私は結構好きです。はいあとメロディーもいいし、あとは歌ってる人もすごい歌が上手い人ですね。当時本当上手い人っていうので有名だったらしいです。はい。ですのでね、紹介したいなと思って、今回皆さんに聞いていただきました。どうでしょう、この歌知ってたよって人もいるのかな。もしかして知ってる人いたらすごいですよそれ。多分子供が見てるからだと思うな、それは。テレビでね。はい。あの自分の生き方とこう合わせてもう一回ぜひあの歌を聴いてみてください。はい。そしてたい焼きをね食べる時に思い出してください。友達にも教えてあげてください。はい、そんな話でした。そしたらね、JLPT 勉強してる方も多いと思います。ビデオレッスンで私教えてますのでぜひ使ってください。おかげさまで、これは本当にいつもいつも、大人気です。N2 と N1 の、読解のビデオレッスンあります。長文もあるし中文もあるし短文もあるし全部練習できますよ。でこれは私のオンラインレッスンの中から見ることができます。リンクが下に書いてあります。さっきのお魚くんじゃなくてたい焼きの、リンクの近くに書いてあります。ぜひそこから見てみてください。
そして、Zoom レッスンもやってます。私と話しながら、勉強しましょう。ビジネス日本語一緒に勉強しましょう。再来週かな、再来週はですね、面接をします。面接の練習。就職試験の面接の練習をします。はい。何日だったかな、日にちを言いましょう。ですね、2月25日ですね。2月25日の日曜日の、16時から、面接です。就職のための面接の練習。どうやって話せばいいかというのをもうすごく細かくしっかりやります。はい。練習しましょう。必要な人ぜひ来てください。あとは、次は3月にからまた、ビジネス電話をやります。はい、来てください。あとは会話の練習もしてます。Zoom レッスンです。こちらは、N3 ぐらいの人から、入れます。はい。N3 なんだけど勉強することはそんなに実は簡単ではなくて、友達と話すときはデスマス使わないです。日本人デスマス使わない言い方、はい、やりましょう。あと電話もやります。電話のかけ方結構難しいのでね、やりましょう。はい、あとはプライベートレッスン、こちらも、ありがとうございます。たくさんの方お申し込みいただいてます。なんか自分が勉強したいこと何でもいいですよ。 JLPT の Reading 読解を勉強したいでもいいし、会話ですでも、 EJU 日本留学試験、日本の大学に入るための勉強でもいいし、作文を書くとかでもいいですし、いろいろありますね。はい。語彙でもいいし、失礼しました。語彙でも漢字文法何でも、はい、私教えますよ。 N5 から N1 または N0 レベルまでの人、大丈夫です。皆さんお教えしますので、ぜひぜひ来てください。一緒にやりましょう。Zoom レッスンまた楽しいですね。やっぱり話しながら勉強できるの楽しい。はい、全部オンラインレッスンです。私のリンクから見てください。下のところに書いてあります。今日のディスクリプションか、コメントのところにリンク書いてあります。はい、お申し込みしてください。申し込みというかクラスについての説明、そこにいろいろ書いてあります。お願いします。私 X 前の Twitter もやってます。これのリンクも下に書いておきますので、ぜひフォローしてください。いろんな情報を、連絡をここからします。はい、よろしくお願いします。さあ皆さんどうでしたでしょうか。ぜひいろんな話をまたしますので、まず今日の感想、今日どう思ったかぜひぜひメッセージでください。はい、楽しみにしてます。皆さんメッセージ楽しみにしてます。いつもありがとうございます。失礼します。